今回は、紹介したいものとか人っていうことを、今年から新たに紹介したいなっていうかやっていきたいっていうのがあって、素晴らしいものをちょっと手にして、それを紹介したいものがあるので、ぜひ知っていただければと思います。私と、親交があって、アメリカのオレゴン州ポートランドにあるシップジョンの、マイク・イライアス、マイクって呼んでるんですけど、マイクとは4年ぐらい親交があって、そのマイクが監修するオリジナルのカッティングナイフが今回出来上がったので、それをぜひ紹介したいなと思います。こちらのカッティングナイフが今回、シップジョンから出たナイフになります。シップジョンっていうお店の名前っていうのはまだ日本で知ってる方も当然多くいるけど、知らない方がいっぱいいると思うんですけども、オレゴン州のポートランドで、2006年ぐらいからかな、やってて、クラフトマンとしてやりながらオリジナルのウェアとかジーンズとかウォレットとかそういうのを精力的にやってますね。で、この今着ているジージャン風の、カバーオールとか、今愛用しているこの財布ですね、これもシップジョンのもので、素晴らしいものっていう、私が使ってて、目にした瞬間に欲しいなと思う、本当にクオリティの高いものというので、結構シップジョンのものは愛用させてもらってます。で、実際マイクも、4年前に初めてリボルトに来てもらって、いろんな話させてもらって、彼の生き方であったりとか、特にものづくりに対するその思いっていうのにやっぱ感銘するものがあって、そこから親交が変わりましたね。で、彼が特に2016年ぐらいにウイルスジャケットっていうオリジナルのジャケットですね、無骨なもので、ハードワークに耐えうるような、そういうジャケットを作って、それが爆発的に人気が出て、シップジョンという名前が、世界中で知れ渡ったというような感じですかね。それがシップジョンの、紹介っていうか、シップジョンの名前の由来がマイクのふるさとであるアメリカのニュージャージーにある美しい、綺麗な灯台があって、マイクはそこに思いがあって、その灯台の名前であるシップジョンっていうのを、自身のお店の名前にしたと聞いてます。そんな彼の、今回開発したカッティングナイフを紹介したいと思います。それではぜひご覧ください。こちらがマイクが開発したカッティングナイフですね。シップジョンのロゴが入ってます。手のひらに巻くとこのぐらいのサイズになります。マイクがそのスタンレー299のユーティリティナイフを長年愛用してて、それを長年愛用することによってより自分らしい、もっと自分にふさわしいものはないかと、やっぱりそこは職人である人だとそう思うところで、自分が作りやすい自分用のものができないかなっていうのを、そのスタンレー299からヒントを得て、彼が独自に開発して今回の作品に至ったと。で、それにこれが実はメイドインジャパンと、日本で作られたものであるということですね。これを一回ちょっと分解してみたいと思います。分解するというよりね、その刃を取り付けて中を見てみたいと思います。今外した時に、外した人はすぐ分かるというね、ものすごい精密です。今実際こちらのビス、6mm 系ですね、 M6 の
ビス1本でこいつは止まってるんですけども、外しても全くブレがない、そのぐらい精密に作られてるっていうことね。実際この音を聞いてほしいんですけど、上下合わすときこの音ですよね。これがいかに精密に作られてるかっていうのを物語ってると思いますね。実際話を聞くと100分の1ミリ100分の1のクリアランスで、作られてると最高ですよね。でこれを作ってマイクが依頼したっていうのが、ウエスコジャパンの社長のお兄さんが東大阪で航空機や、半導体とかの精密部品を製造していまして、でそこでそのお兄さんがぜひやってみようということで、CAD を駆使して作られたものです。この100分の1ミリのクリアランスっていうのが、私も実際中を見せていただいて自分が手にして、もうこれでやっぱり一生私も使えるものっていうので、購入させていただきました。これに至るにあたって完成までにやっぱ 3D プリンターで何度も試作を繰り返して制作したということですよね。やっぱり私でもそうですけど、物を作る時っていうのは3D プリンターで物を起こしてそこから CAD っていうのは経験があるので、その苦労がすごい分かりましたね。で今このカッティングナイフの刃がついてないんですけど、このスタンレーの刃ですね、100枚入りが付属してますのでこいつを入れていきます。実際この切れ込みに合わせて取り付けると、この辺もね本当に精密にできてるんで、綺麗にパチッと今実ははまったっていう音がはっきり分かりましたね、私には。これが上下重なるように複雑な、この形をしてるってことです。こうすることによってわずかなガタもなくす、で手のブレ刃のブレっていうのをなくすっていうことを考えられて作られています。で中にね、メイドインジャパンであったり、このナイフの名前が記載されています。実際 SJSN4 という刻印がされてますね。そしてこれを取り付けます。音を聞いてほしい。この合わせ面ですね、これです。このぐらい精度が高く作られてると本当に仮止め的なビス1本で何の問題もないということです。ここのビスの頭はねマイナスなんで、ここは、適したドライバーを使用すると。これが、細くて薄いものだと頭を当然舐めてしまうので、適した工具をしっかり使うということです。手にした感じかなり重量感があってものすごい使いやすいですよね。実際ちょっとこれで、カッティングしたいと思います。これが今、ゴムですね。ちょっとこちらを試しにストレートで持ち方は人それぞれ、今私はこうやって上から押さえるのにこうやってやったし、こういう鉛筆の持ち方的なものでもこれはいけますよね。今何の、定規も、当てずにストレートで切りましたけど、わかりますかね。普通のカッターだとこうは切れないドストレートに手の感覚だけでいけると。それは何でかって言ったら真鍮のこの重量感があってしっかりと食い込めるとっていうのが特徴ですよね。ものすごい使いやすいと。そして次、革ですね。今フリーハンドでこう切ってみたんですけど、この3ミリの革でもこのぐらいあっさり簡単に切れると。人それぞれのいろんな、カッティングナイフがあって、スタンレーもそうですけども、やはりこの真鍮の重み、あと握りやすさっていうので
普段革細工をする私でもないですけど、自在に切りやすい、思ったように切れるっていう、アシストしてくれるっていうような感じがありますね。実際これも複雑な表面の形してるのも意味があって、実際この辺も斜めにキャドで落としてるっていうわけではなくて、実はそこに緩やかな R になっている。でこの真鍮の素材の上に、ブラストを当てて、なおかつブラストを当てた上に上を磨きを入れてるんですよね、手作業で。それも番手を400、600、800と上げながら磨きを入れてると。そうすることによってこの質感が出るっていうね、ヴィンテージ風、ここからまた使い込んで経年劣化するとすごいいい風合いになるなっていうのがよくわかります。これは手にしてもらったり見てもらったら本当によくわかると思うんで、ものづくりをしてる人間からしたら本当に素晴らしいものができたなと、すごい、感激しました。このシップジョンのカッティングナイフにこのスタンレーのカイバーがつくと、100枚ついてるんでね、本当私からしたら一生もんちゃおうかなって思うぐらい重宝するものだなと思います。仕事面でも、ゴムであったり革であったり多々使用する時があるので、一生私のパートナーとして使っていきたいと思います。ジョンマイク、素晴らしいものをありがとうって感じですよね。で今見てもらった通り素晴らしいもの、同じものづくりをする人間としてこれには本当驚かされました。これがアメリカで、100本限定、それはほぼ完売したらしいんで、日本で、20本限定、まだシップジョンジャパンに在庫は少ないですか、あるみたいなので、ぜひ、クラフトマンであったりとかものづくりの方手にしてもらえればなと思います。シップジョンジャパンの、詳細についてはまた概要欄に貼っておきますので、ご覧ください。シップジョンマイク、素晴らしいものをありがとう。ありがとうございます。Somebody loves, who is it profit after all?